おはようございます。メリカミ太一です。今日はですね、今が旬のプティポワを使ってですね、グリーンピースのポタージュとプティポワを作っていきたいと思います。それではですね、5、6、7月とですね、旬のプティポワですね、まずさやごときれいに洗ってやります。この時ですね、花びらだとか土だとか、ほこりがついてますので、まずさやごときれいに洗ってやりますね。そしてこの作業、エコッセと言います。中のプティポワをですね、出してやる作業ですね。エコッセをしていきます。今回の材料はですね、至ってシンプルで玉ねぎとプティポワ、あとブイヨンドボライユと牛乳とバターだけになります。玉ねぎですね、エプリシェしていきます。この時ですけども、芯の方きれいにくり抜いてありますね。これ後でエマンセにするので、芯はもう取っちゃってます。これがもししずれとかするんであれば、根っこはきれいにつけておいた方がいいですね。エマンセにしていきますけども、繊維に直角にエマンセにしていきます。この切り方の方が火が入った時にですね、玉ねぎの甘みがよく出るので、この切り方にしています。材料が切り終わりましたので、まず鍋を温めて、バターを入れていきます。この時もですね、常にキューブのバターの方がですね、均一に溶けてですね、周りが焦げたりしないのでいいですね。それでは玉ねぎを入れてシュエしていきます。シュエ、汗をかかすという意味ですけども、この時軽くですね、一つまみ使用してやることによって玉ねぎから水分が出て色がつきにくく、完全に火が入る状態のことをシュエと言いますので、完全に火が入りやすくなりますので、軽く必ず使用してください。はい、それではゆっくりシュエしていきます。この時ですね、火加減は常に調節してください。火が通りましたので、ちょっと食べてですね、シャクシャク言わない、完全に火が通っている状態を確認してから、まずはブイヨンドボラユですね、ブイヨンドボラユを入れていきます。ブイヨンドボラユですけども、別の動画で上げてますので、それを参考にしてください。そしてあと半分水ですね、普通の水を入れて、まずは沸かしていきます。最初から牛乳を入れてしまいますとですね、油脂がありますので、プティポワのブルーテの色がですね、ポタージュの色がちょっと色が悪くなりますので、まずブイヨンと水だけでよく沸いているところに入れて、火を入れていきます。はい、よく混ぜてですね、これも完全に火が入るまで、強火で沸くまで強火で、沸かしていきます。プティポワをですね、完全に火が通るまで強火で火を入れていきます。この時ですけども、ある程度塩を入れてやった方が、緑色がですね、残ってきれいなポタージュができます。それでは火が通ったかどうか確かめますね。2、3粒食べてですね、火が通っていれば牛乳を入れます。牛乳を入れたらですね、長い間そんな火にかけず、一沸かしするまで、強火で沸かしてやりますね。沸いた時点で火を止めて、そこからはミキサーを回していきます。今回量が少ないのでですね、バーミックスを使ってます。本来量が多いのであればですね、ミキサーを使っても構わないと思います。その方がより早いですね。今回バーミックスの先っぽの刃ですけども、カッターになっているものを使ってます。その方がですね、滑らかに、ピューレになりますので、舌触りのいいポタージュができます。よく回しましたので、シノワでパッセしていきますね。シノワエタミで、裏ごししていきます。はい、このような感じですね。まずルーシでよく絞りながら、その後ですね、ゴンベラマリーズを使ってよく絞っていきます。これですけども、よく絞ってやることによってですね、果肉が出ますので、よく絞ってやってください。もちろんですね、最後鍋底に残ったものはですね、マリーズゴンベラを使ってきれいにですね、取ってあげてください。はい、これでよく絞って完成ですね。はい、最後絞った後ですね、紙の周りについているピューレもですね、きれいにマリーズを使って落としてやってください。それでは完成です。今回ですね、あったかいまま出しますけども、これ冷製で提供してもいいと思います。それですね、あと浮き身にクルトン、ティポエプルシェしたものですね、ブランシしてエプルシェしたものなどを添えてもいいですし、あとはですね、香草のオイルを作ってですね、サリエットだとかミントだとかのオイルを使って周りに軽くかけてやってですね、提供しても非常に相性がいいと思います。お疲れ様でした。ボナペティ。